なんです。今季節は夏。夏といえばカレー。カレーといえばバターチキンカレー。というわけで早速、本日も作っていきましょう。では改めまして、今回のバターチキンカレーなんですけど、まずは全体のルーの前にこっち側のチキンを使って、タンドリーチキンから作っていこうかなと。なので今回の全体の流れとしては、今回の唯一の具材となるこのタンドリーチキンを作ってからこのルーっていう感じですね。ということで、まずはこちらのタンドリングから参ります。で、今回はこの鶏もも肉を使っていくんですけど、まずはこういった黄色い余分な油なんかを落として、で、足の付け根側の取れそうな筋は取って、で、食べやすい大きさにカットして、こちらが足首側で、こちらが胴体側なんですけど、今回こういった5ブロックに切って、身の薄くてパサつきやすいココアを除いて、今回こういった形で使っていこうかなと思います。もちろんここも後から使うんですけど。これで今5枚分ぐらいですね。ではここからこの鶏もも肉を漬け込むタレを今から合わせていきます。こちらが今回漬け込んでいく調味液の材料なんですけど、こちらから無糖ヨーグルト、レモン、お塩、パウダースパイス。で、このパウダースパイスの今の種類としては、チリ、ターメリック、コリアンダー、クミン、カルダモン、パプリカですね。で、今回用意した量としては、800g1 個分、小さじ 2.5、7、7、14、14、14、14g ですね。で、今回チリパウダーとこのパプリカパウダーの比率が1対2になってるんですけど、もし辛いのがお好きな方やったらもっとチリパウダーを増やしてパプリカを減らしたりとか、なんかうまい具合でこう調整してもらえれば。そうしたら、一つにまとめて、なんか見た感じ全然赤みが足らない気がするので、チリとパプリカさらに 7g ずつ追加。そうしましたらこちらを先ほどの胸肉に加えて、よーく揉み込んで、あとはピチッとラップをかけて、このまんま常温で1時間から1時間半ほどまず漬け込んでいきます。なんか実際これ、1日とか2日寝かした方がもっと味がぐっと入っていくらしいんですけど、そういう場合はこれ冷蔵庫で保管してもらえれば。で、この余ったタレはどうするのかというと、こちらの手羽中と手羽先を漬け込んでいこうかなと。これは完全に僕の趣味の時間ですね。またいつかの多分夜食になると思います。あさってぐらいかな。あとは余分な空気しっかり抜いて、これで完成。すいません。大事なものを忘れてました。さっきのヨーグルトとかスパイスの他に、この生姜とニンニクを使うんですよね。ちょっとバタバタ準備します。さっと水洗いしてこの土を落とした生姜をちょっとざっくりめに刻んどいて、そしたらニンニクはこの下の硬いところを切って、同時にこの片側の面だけ皮むいて、あとはボールとボールを重ねて、これを強く振ると、これだけ皮だけムサッと取れますんで。そうしたら新芽だけ除去して、これにて準備完了。そうしたらこのニンニクと生姜を分娩機器の中に入れて、軽くお水を加えたら、一応終わったんですけど、ちょっとまだ粗いっすね。もっとピューレ状になるまでこう滑らかにしたいんですけど、ちょっとこの分娩機器やと思ったら分娩が足りないですね。ということで、こちらの高度分娩機器で回していきましょうか。フードプロセッサーではなくミキサーで。
だいぶ滑らかになりましたね。そうしたら、先ほどの鶏肉にちょっとこれ追加して、これでまた改めてちょっと漬け込んでいきます。で、今このタンドリーチキンを漬け込んでる間に、カレールーの準備とか、そういったものに入っていこうかなと。で、ちょっとタンドリーチキンとルーでこう飛び飛びになっちゃうんで、ちょっと整理すると、この後こういった流れでいきます。今このタンドリーチキンの仕込みが終わったところで、今からカレーの仕込み。で、タンドリーチキンを焼いて、そしてルーを仕上げて、で、その後は、さっきの鶏肉の端っこの部分とか、そういったものを使っていこうとは思うんですけど、まだ未定ということで。では参ります。で、カレーの下準備として、この2つのピューレをまず作っていきます。フレッシュトマトとホールトマト缶を使ってトマトピューレ。で、このカシューナッツを使ってカシューナッツピューレ。で、このカシューナッツはもう水に浸して、今もうこれね、2、3時間ぐらい経過してる段階ですね。だからもう指で押してこう、ぐちゃっと崩れちゃうぐらいの柔らかさ。で、まずカシューナッツをこの水分ごと加えて、続いてこのトマトピューレの方は、まずはフレッシュトマトのこのヘタを取って、あとはちょっと小さく切って、で、続いてこのホールトマト缶は一度ボウルに出して、で、これを潰して、こういったヘタの部分を除いて、これで準備完了。ちなみに今回重さで言うと、フレッシュトマトとこのホールトマトが1対1ぐらいですね。若干ホールの方が多いぐらい。そしたらまたこの高度文明機器の中にこちら加えて、一応ピューレ状にはなったんですけど、この砕ききれんかった小さいトマトの種とか、あとはトマトの薄皮とか、そういったものがちょっと気になるので、一度これ裏ごして、非常に滑らかなトマトピューレが出来上がりましたね。では一応これ入れてカレーの下準備終了。っていう今のでこのタンドリーチキンの仕込みとカレーの仕込みが終わったんで、ここからいよいよタンドリーチキンの本調理ですね。で、こちら今漬け込み時間としては、ニンニクと生姜が入ってからは1時間半ぐらいなんですけど、ヨーグルトスパイスに関してはこれもう24時間ぐらい漬け込んでるんですよね。だから相当もう味染み込んでるはず。そしたらこの余分な漬け込み液は外して、そしたらいよいよこちらを焼いていくんですけど、本当はタンドールっていう、なんかね、五右衛門風呂みたいな大きな窯があるんですよ。そこでこれを焼くのが一番いいんですけど、もちろんそんなものはうちにはないので、今回はこの魚焼きグリルで焼いていこうかなと思います。もちろん普通にフライパンで焼いてもいいし、オーブンとかを使ってもいいと思うんですけど、なんかちょっと気分的に。あとは弱火で10分ほどじっくりじっくり焼いていきます。火の通りもバッチリですね。で、今こういう感じでもう切ってもいいんですけど、今切っちゃうと、ちょっと肉汁が溢れ出ちゃうので、この中の肉汁が落ち着くまでちょっと一旦これを冷まします。で、また後ほど食べやすい大きさに切っていきます。うわ、めっちゃうま。では、いよいよこっからカレー作りに参ります。なんかいっぱい並んでますけど、こちらからトマトピューレ、カシューナッツピューレ、ニンニク生姜ピューレ、牛乳、パウダースパイス、ホールスパイス、オイル、蜂蜜ですね。で、ここら辺のピューレに関しては多分これ全部は使わないかなと思います。というか確実に使わないかなと思います。で、こっちのパウダーとホールをもう少し詳しくご紹介すると、まずこちらのパウダースパイスに関しては、こちらからチリパウダー、ターメリック、コリアンダー、クミンパウダー、パプリカパウダー、カルダモンパウダーですね。んで、真ん中がお塩。で、先ほどのタンドリーチキンと同じスパイスは使ってるんですけど、さっきみたいに1対2とかそういった厳密な比率ではなく、チリ、ターメリック、カルダモンが若干少なめ。んで、コリアンダー、クミン、パプリカが若干多め。で、特にパプリカがちょっと多めになってます。はい、次。んで、こちらがホールスパイス。カルダモンとシナモンスティックとクミンシード、コリアンダーシードですね。ちょっとクミンシードが多すぎる気もしますけど、まあなんとかなるでしょう。
で、今回のオイルはマカダミアオイルを使っていこうかなと思います。で、今ご紹介したやつとはまた別に、最後の仕上げでバターとか生クリームとかを使っていこうかなと思います。では作っていきましょうか。ではまずマカダミアオイルを結構たっぷりと。そしたらホールスパイスを加えて、まずは弱火でじっくりじっくりオイルにこの香りを移して、このクミンシードがちょっと焦げやすいので、これが黒くならんごとちょっと注意しながら、このカルダモンがぷっくらとしてきたら、ここでニンニク生姜ピューレ投入。多分この時これビャッと跳ねますんで、くれぐれもやけどせんこと。この段階でちょっと炒めてあげて、このニンニクと生姜のちょっと強い刺激を飛ばしてあげて、2、3分炒めたら、続いてカシューナッツペースト。これもちょっとまた炒めてあげて、このペーストの余分な水分飛ばしてあげて、全体的にこうもったりとしてきたら、ここでパウダースパイス。んで塩。んで蜂蜜。んでなじませて、こんな風に結構パウダーが油を吸いますんで、最初に入れる油はちょっと多めなぐらいがいいかなと思います。そしたらここでトマトピューレ。んで牛乳。トマトと牛乳の割合がだいたい2対1ぐらい。この段階でもうおなじみのバターチキンカレーの色で、この後もう一回一煮立ちしてから5分ほど煮詰めていくんですけど、カシューナッツペーストもこのホールトマト缶も両方とも焦げ付きやすいので、できるだけこう鍋底をね落としてあげながら。だいぶ沸いてきましたね。今この部屋の中がこのトマトの酸味のいい香り、それともう言わずもがなのこのスパイスの香り、めっちゃいい匂いがしてますもんね。ではこれちょっと5分ほどコトコト煮詰めて、ちょっとトマトの酸味を飛ばしますので、また5分後に移動。で、この段階で、この後タンドリーチキンとかを加えていくんですけど、ちょっとその前に、こういったシナモンスティックとか、あとはカルダモンとか、ちょっとこれを除いていきます。ホールスパイスがお好きな方はそのまま食べてもいいと思うんですけど、僕自身そんなにカルダモンそのまんまが得意じゃないので、もう香りができたらもう取っていいのかなと思う派です。で、同時にこの生姜とかニンニクのこの繊維も取れてる感じがするんで、ものすごくクリーミーなものに仕上がりそう。ではカルダモンとかもあらかた取り終えたので、まずはタンドリーチキンと、バターと生クリーム用意して、いよいよこちらの仕上げに入ります。そしたら生クリームとバター、バターが溶けきったところでタンドリーチキンで、このタンドリーチキンがぬくもったら完成。なみなみになっちゃいましたね。一応最後飾り付けはしますけど、一応これで完成したので、ここからは一品パパッとスープを作っていきましょうか。で、こちらがタンドリーチキンを作るときに外した身の薄いところとか筋とか余分な脂肪とかそこら辺ですね。んで、これプラスエビ、タケノコ、本しめじ、これらを使っていこうかなと。ではこれらの具材の下処理をパパッとやっていきます。でもエビは背わたは抜いてあるので、ここの尻尾の先端だけ落として中の水しごき出して終わり。んで、鶏肉はちょっと食べやすい大きさにカットするだけで。そしたら鍋にちょっと油引いて、まずは鶏肉加えて、軽く焼き目がついてきたらエビ、しめじ、
ある程度全体に火が通ってエビのいい香りがしてきましたら、大体どこのご家庭の冷蔵庫にも入っているであろうこのトムヤムクンペーストを加えまして、あとは分量通りのお湯、そしたら最後たけのこの水煮と香り付けのパクチー、僕パクチー苦手なんですけど、これで一応トムヤムクンの完成では、最後こちらのバターチキンカレーの盛り付けに入ります。あとはお皿にグリル野菜と、なんと最後ここにターメリックライス添えて、あとはトムヤムクン添えれば、はい、これでバターチキンカレーセットの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけでお時間完成しました。脂肪と糖、自分で作ってみたからこそ分かる、多分ものすごいカロリー、何でも美味しいものはハイカロリーですね。では早速食べていきましょうか。いただきます。ちょっと今日二日酔いなもんで、今日はビールではなく飲むヨーグルトでいきます。そのじゃまずお口の潤いからいきましょうか。まあそりゃうまいよね、ペースト使ってますもん。そんじゃこっちのメインいきますか。予言しましょう、これ絶対うまい。ほらうまい。んでね、舌触りというかね、めちゃくちゃクリーミーやね。で、今回のスパイスの分量的に、カレーらしい香りがするクミンに負けないくらいのコリアンダーとかターメリックとかカルダモンとか、そういったスパイスの香りが結構きますね。生クリームとかバターとかめっちゃ入ってますけど、香りがすごい爽やかなんで、これペロッといけそうですね。全然重たくない。んで、やっぱホールスパイスを除いたのが正解でしたね。さっきも言いましたけど、めちゃくちゃ滑らか。だってよく考えたらトマトとかも裏ごしとかしてますからね。そりゃこうなりますよね。トマトの種すら当たらないですもんね、口に。で、今回の唯一の具のタンドリーチキン。恐ろしく柔らかいね。あれなんかね、ヨーグルトがこうやって鶏肉柔らかくしてくれるんですかね。すっごいジューシー。そしたらタンドリーチキン乗っけて、ちょっとカレーも追加して、最高にうまい。そしたらグリルしたパプリカドーン、この中にタンドリーチキンボーン。ちょっと食べ方汚かったけどめっちゃうまい。これパプリカだけじゃなくてズッキーニとかかぼちゃとか、あとナスとかそれでも美味しそうね。作ったら買ってくればよかった。そんならば次こっちのターメリックライスいきましょうか。ナンの方が美味しい。いや、全然美味しくないことはないんですけど、個人的にはナンの方が合う気がする。やっぱこっち。ここでちょっとガラムマサラ振って、ガラムマサラがうまい。もう普通にこっちにバーって今入れたいぐらいに美味しいね。さすがガラムマサラやね。ではちょっとここいらで僕は一度食没に入ります。
ころで結構減ってきまして、ちょっとここら辺で味変と参ります。温泉卵。うまっ。卵が入ることでよりマイルドになりましたね。ということで、こちらで最後ですね。こちらもサクサクっと食べていきましょうか。からのガラムマサラ振って、出来上がったところで、シャーラソスパートごちそうさまでした。いやー、うまかったね。初めて作ったにしてはまあまあいい感じにできたかなと思います。カレー屋さん食べるバターチキンカレーと近いっちゃ近いんですけど、なんかちょっと違うんですよね。これはこれで美味しいんですけど、やっぱスパイスの比率とか若干違ったんですかね。やっぱカレーは難しいね。で、同じカレーっていう名前はつきますけど、普通にやられているカレールーとかと全然違って、こういう風に自分で作るとね、小麦粉とかも入らないので、同じカレーではあるけど全然また違った風味がね、楽しめますんで、ちょっとスパイスを揃えるのが大変やったりしますけど、またちょっと大きめのスーパーに行ったりとか、カルディさんとかでもね、結構揃いますんで、なんか機会がありましたら、ぜひ。で、今回使ったスパイス、ホールスパイスについて1個だけ言うのであれば、多分コリアンダーシードはいらんかったかな。クミン、カルダモン、シナモンスティック、ここら辺だけでよかったかなと思います。というところかな。では今回これで終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。